メインシステム戦闘モードを起動するのだ。もっちりもちもちずんだもんなのだ。時間が経ってしまったけどパート2。前半は伝統的な要素、後半はオマージュシーンとセリフの流れで進めていくのだ。概要欄にタイムライン置いとくから適宜活用してもらえると嬉しいのだ。まずは巨大兵器武装採掘艦ストライダー。過去作でも数々の巨大兵器が登場してきたのだ。その中でもストライダーは特に大きくて、スピリット・オブ・マザーウィルに対して全高は約3倍、全長は2倍とイカれたサイズなのだ。サイズに関しては後で詳しく見ていくのだ。デザインの面で言うと、目玉みたいなところからレーザー撃ってくるのは LLL みたい。多脚の土台にまん丸の砲台は AC4 のソルディオスにそっくりなのだ。改めて見てみるとソルディオスは足が短くて愛らしいデザインしてるのだ。アイボールが自律飛行して襲ってくるんじゃないかと期待したリンクスもいるかも。もし利権性だったらコーラルキャノンとアサルトアーマー搭載して自律飛行させてそう。安心と信頼のドーザー製でよかったのだ。多分インテリオル VOB くらいには安全です。一応採掘管だから核索装置がついてるのだ。グラインドブレードの持つ案、グラインダーに似てるのだ。ちなみにこの回転場は全てを焼き尽くす暴力ってわけでもなく、当たってもノーダメなのだ。話が違うよ。くるくる回る621君を観察できる貴重なスポット。様子のおかしい人です。巨大兵器戦の魅力は AC1 機で圧倒的物量差を覆す、文字通りジャイアントキリングできることなのだ。個人的に好きなのは接敵。高火力の遠距離射撃を避けながら接敵するのはスリリングで楽しいのだ。急所を潰せば脆かったり、高火力をぶち込めばすぐ沈むのはお約束なのだ。そういえばストーリー終盤にはアンサラー撃破のオマージュっぽいシーンが。後ろで爆発してるのがムジマかコーラルかの違いだけなのだ。ここから少し余談。突然の大きさ比較コーナー。うまく表現できないけど大きさ比較はなんだかワクワクするのだ。まずは僕、諸説あるけど 1.3 メーター言うまでもなく可愛いのだ。次に AC6 のローダーフォー君10メーター。比較対象がすでに大きすぎる。これはタンク底面の位置で身体測定して求めたのだ。ナインモールセラフ15メーター。大きすぎる。 VD の黒ブリ17メーター。あの AC にはもう乗らん。 V の鳥主任32メーター。あ、そうなんだ。次はずさんな設計仲間 FA のスピリット・オブ・マザーウィル。だいぶ飛んで600メーター。ここまで来ると僕は豆粒どころかミジンコサイズなのだ。頑張って拡大すれば1ピクセルの緑の粒が見えるはずなのだ。ストライダーくんだいたい1800メーター。妥当な設計だ。最後にクレイドル。これだけ高さじゃなく横幅で4000メーター。破断した設計だ。伊達に2000万人乗ってないのだ。厚みを考えたらストライダーくんに2000万人乗れそう。クレイドルの居住可能人数は以前計算したので、気になる人は見てくれたら嬉しいのだ。続いてブリーフィング。ガレージ内で画面中央に情報が投影されるところは AC4 のブリーフィングに似てるのだ。ブリーフィングは初代からあって依頼の概要をはじめとして各勢力の情勢も教えてくれるから世界観にどっぷり浸かることができるのだ。企業風土を表したような仲介人の人柄が見どころ。そちらにとっても悪い話ではないと思いますが、本作でもアットホームなベイラム。真面目だけどやべえヤッコ感がにじみ出てるアーキバス。特性の強さが出ているのだ。ブリーフィングの中では FA の GA が好き。ガチャンからの雇い主はいつもの GA の流れの安心感は半端ないのだ。雇い主はいつもの GA。が終わって帰還しようとすあとブるところをリーフィングでのお約束といえば、よく来てくれた。残念だが目標など初めからいない。騙して悪いが仕事なんでな。死俺のんでもらおう。依頼による騙して悪いがなのだ。何のためのブリーフィングだ。バカバカしい。汎用性の高い体を使うからぶっちゃけ問題ないのだ。その点 AC6 は良心的だったと思う。こっち側が騙すかどうか選べるのだ。その意志が全てを変える。いろいろとウォルターが手を回してくれるからこそできることなのだ。
ACMOA だと偽の依頼で AC を呼び出したら想定外の2期目が現れる。騙して悪いが返しなんかもやったり、騙し騙されることは傭兵の常なのだ。廃棄物処理場に偽の依頼で呼び出されて焼却炉に直送されたフェイブレイブ君に比べたらどんな依頼もマシなのだ。使えないやつならゴミとして処理するだけだ。合理的ですごくいいと思うのだ。必要ない。では頼む。もう一点、オールマインドはあなたを戦闘技能検証プログラムアリーナへと招待することを決定しました。アリーナ、傭兵たちが依頼以外で唯一しのぎを削る場所。目的は工業だったり戦闘シミュレータだったり作品によって違うけど上位ランカーを目指して戦うことになるのだ。アリーナのランクは基本的には強さ順のはずだったけど AC6 はどうなんだろう。オールマインドの説明だと一つの指標って濁した言い方なのだ。カーラさんの勝手に格付けってセリフからするとオールマインドの主観で決めただけなのかも。関係ないけどエアちゃんのデータ抜き取りといいオールマインドのセキュリティガバガバすぎるのだ。システム解析や改ざんには多少の心得があります。特に気になるのはベスパーとレッドガンの序列がアリーナランクとチブハブになってるとこ。アリーナのランク順に並べてみるのだ。気になるのはランク9のラスティと16のペイター。ラスティはアリーナの説明文にある通り半年でベスパー上位に抜擢。ペイター君は作中でも怒涛の昇進芸を披露するように単に組織側の序列が追いついてないからだと思うのだ。見えてるリンクはよくわかんにゃい。全く関係ないけどブルートゥーはランク8、実質ベスパー3なのだ。次にレッドガン、ガンズ3ウーファハイのランクがなぜか一番下なのだ。ウーファハイといえば本人とボルタのアリーナ説明文からわかるように商売が上手だから、レッドガンの序列は金銭的な貢献度が考慮されているのかも。ただウーファハイのランク20にはガンズ7、ハークラーのランクだったのが気になるところ。あとはレイブンの名の元の持ち主が F ランクなのは裏がありそう。ブランチ周りは正直なところよくわからないのだ。 AC6 は敵 AC によって戦闘マップが固定だったけど FA 以前は自由に選べたのだ。地下駐車場に呼び出してガチタンで蹂躙したのはいい思い出なのだ。アリーナはただ戦うだけじゃなくランカーの説明文も見どころ。 ACNX 以降のランカー説明文は機体と戦闘スタイルの説明がメインだったのに対して AC6 ではサイレントライン以前のような登場者の出自や経歴が書かれた形式に戻ったのだ。フレーバーテキストみたいにゲームのストーリーには何の影響もないけど短い文で強く印象に残るものが多いのだ。クリス・ミューラやリトルベアみたいな実力は平凡だけど憧れのレイブンであることに満足してるタイプの人が好き。共感しかないのだ。ランカー説明文とは違うけどエドワイズのレポートみたいな作中人物視点での評価が大好きだから次回作はねじ込んでほしいのだ。ちなみにエドワイズのレポートはフロムの代表取締役社長宮崎さんが書いたものだとか。最後に一応補足しておくとランクがあるだけでも選ばれしエリートなのだ。ここからはオマージュシーンとセリフをお送りするのだ。遠足ミッションでイグアス君とボルタを放置すると、621、お前の仕事は施設破壊だ。余力があれば他も手伝ってやれ。ミッションに戻るように優しく諭されるのだ。 FA のカーパルス防衛でも同じように容器を放置すると特殊セリフが聞けたのだ。621君は序盤のミッションなのもあってうっかりで済むけど、こっちは中盤のミッションでなおかつ数千数億の人命に関わる状況なのでただのやべえやつなのだ。お前も行け。お前も行けだけで済ませるセレンさんも優しいかもしれない。次に命乞い。基本的にミッションの達成イコール敵の排除だから命乞いは無意味なのだ。そんな中でもお金をちらつかせて命乞いをするスウィンバーン。自分のお金ですらないのが本物っぽさを感じさせるのだ。見逃してくれれば悪いようにはしない。わかるな。この展開は FA のパッチを思い出すのだ。待ってくれ、降参だ。何の見返りも示さずに同じリンクスじゃないかって謎理論で押し通したパッチは大物なのだ。あいつがいなけりゃ戦う意味もない。それにあんたたちはまだ生きてる。ノーカウントだ、ノーカウント。パッチの命乞いステップ好き。わかるだろう。同じリンクスじゃないか。あとスウィンバーン
の叫び声は見事なのだ。サスケ、伸びのスネイル、勢いのフラジール、情けなさのツインバーン。エイシー叫び声3強なのだ。静かにさせてもらえると助かります。いろいろと差分があるけど、一番好きなのは取引に応じると見せかけて裏切るパターン。一度希望を与えてから絶望のずんどこに叩き落とすのが一番なのだ。最悪だぜ。ついてねえよ。レイブン、またしても余計なことを。傭兵一人がここまでやるとは想定外です。今度こそ消しておく必要がある。システムはそう判断した。ここは AC3 のオマージュなのだ。ミラージュはそう判断した。管理者を破壊する馬鹿げたことを。システム、管理者と人ではないものに従ってる点も同じなのだ。イレギュラーを語る上で外せないのが排除ってワードなのだ。封鎖機構がやたらと繰り返してくるし、後作を意識したセリフだと思うのだ。例外なんて存在しないんだよ。例外は文脈が違うから多分関係ないのだ。どうやら派手にやりすぎたようだ。企業も俺たちもな。わからんのか。イレギュラーなんだよ。やりすぎたんだお前はな。やりすぎ統治法なのもあってオお互いマージュだと分かりやすいのだ。貴様はイレギュラーって単語については今度詳しくやるかも。まだまだ1周目の中盤だけど今回はここでおしまいなのだ。ここまで見てくれてありがとうなのだ。次回 AC6 ファイヤーズ・オブ・ルビコン見せてもらいましょう。借り物の翼でどこまで飛べるか。